ほんの少し前までアメリカでこんな日本食が普通に食べられる時代が来るなんて想像もできなかったんです。多分日本人に聞いてもこれはさすがにアメリカで行けないんだろうっていうふうに思われた時がそんなにはるか昔ではなかったんですが、今のアメリカを見てみると日本らしいものがどんどん受け入れられるようになってきているんです。しかも面白いのは全てアメリカナイズされた、アメリカ的にアメリカ流に改造されたっていうわけではないです。むしろ日本らしい、日本のまま、日本の雰囲気があった方がその店の魅力になることも多いです。私自身テキサスで星というジャパニーズカフェと星ランチという焼肉屋もやっております。その2つの店をやってて感じることがたくさんあります。じゃあ今なぜ日本らしいものがアメリカで受けられるようになったのでしょうか。日本式をアメリカに持ってきたら実際にどうなるのか。本日ちょっと考えてみたいなと思います。スティーブ的視点のスティーブと言います。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。日本で有名だから、日本で売れてるから人気だからのチェーン店がアメリカに持ってきて通用するのかしないのか。多分そんなにはるか昔、いや、これは日本だから成功するんだけど、アメリカには通用しないんだろう。例えば、カレーライス。カレーを食べるアメリカ人がもともとそんなにいないです。カレーを食べる文化ってアメリカにはないんですが、どちらかといえばカレーという言葉を聞くとインドのカレーに頭がいっちゃうんですが、日本のカレーがアメリカで売れるのか。つい最近テキサスにもココ一番屋も入ってきました。日本とほぼ同じようなメニューですよね。そのカレーをちょっとアメリカ風に変えてアメリカに持ってきたんじゃなくて、そのままカレーライスを日本のもの、日本のシステム、日本の雰囲気、お店の見た目も日本と変わらない同じように同じ雰囲気でやっている日本のカレーライス の有名なチェーン店のここ一番屋。カリフォルニアトランスにはかなり前からあったんですが、テキサスまでつい最近来ました。くら寿司。寿司はすごい高級のイメージが昔からあったのに、回転寿司。日本で安いというイメージのある回転寿司が、そのままのコンベヤ、そのままの皿の返却口、そしてビクラポンというシステムまで、本当にもう日本のシステムをそのまま日本の回転寿司をアメリカに持ってきたことが一つの楽しみ、一つの体験、面白い経験になることなので人も行くわけです。寿司も食べたい。だけど、その体験できるシステムを見るのは他にアメリカにないというその回転寿司、コンベヤーがあるお店はないからこそ行きたいアメリカ人、そういうのは体験したいアメリカ人が多いと思います。一蘭ラーメン屋ですよね。まさかアメリカで一人で集中してラーメンを食べるような、日本にはあって、日本でも自分も行ったことあるんですが、ちょっと変わってる雰囲気というのは感じるのは、まさかアメリカでそれがいける、できるとないんだろう、無理だろうというふうに思われたことなんですが、ニューヨークの方に3店舗だと思うんですが、人気なお店になったんですね。一蘭みたいな雰囲気がもともとアメリカはいけないんだろうと思うんだけど、アメリカ風には変えるならやっぱりみんなで大きなテーブルで食べられるようにというスタイルは、こういう一人一人のこう食べていく、集中して食べていくスタイル、日本らしいスタイルが一蘭にとって成功の元の、のことですよね。でもここが面白いです。日本では人気だから必ずアメリカで成功するとは限りません。吉野家はその中の一つの例だと思います。大昔からのあった吉野家。吉野家はもう1970年代から確かにカリフォルニアに店があったんです。吉野家の面白いのはカリフォルニア以外のところであんまり店舗数がないんですが、長年をやりながら吉野家がもともと日本らしいものを
照り焼き丼とかこれ丼とかちょっとアメリカナイズされてきたところがあって、まだ人気のある、まだ人が吉野家で食べたいと思う人が多いんですが、吉野家はどちらかといえば少し長くやりながらアメリカナイズはちょっとアメリカ風に書いてできたことが ありますよね。アメリカにまだないんですが、ぜひ進出していただきたい日本の有名なチェーン店があります。自分の大好きなハンバーガー屋さんのモスバーガー。モスバーガーがとっても美味しいです。ハンバーガーというもの自体がアメリカでもともとできたもの。そのものが日本に輸入されて、日本で今度改善された。モスバーガー以外にも美味しいハンバーガー屋さんが日本にいっぱいあるんですが、モスバーガーが海外にそのもの、日本でできた美味しいものを海外に持って行っているんですが、今のところはまだアメリカに逆輸入はされてないですよね。日本で大人気だからってアメリカで成功するとは限りません。一つ大きなポイントは、アメリカにないからこそ、今までアメリカにこういうのはなかったからこそ、人が行きたいっていうことなんですよね。もう不思議に面白い。ちょっと試してみたい。こういう雰囲気を見たことない。こういうのは動画で見たんだけど、まさか日本からアメリカに来たっていうことが一つの大きなアピールになっていると思います。日本らしいというところが一つの大きなセールスポイント、アピールになっているんじゃないかというふうに私は感じております。3年半ぐらい前にテキサス州で日本のお店、日本のカフェを作りました。星という名前です。テキサス州プレーノ市にあるお店なんですが、日本のものそのままの感じで出していけたらどうかなと思ってたんです。どういうものかというと、自分は大好きなストリートフード。もともとそんなにテキサス州には、アメリカ全体にはそんなにない日本のストリートフード。大判焼き、今川焼き、おにぎり、焼きそばサンド、牛丼、カレー丼、唐揚げ丼、人形焼きなどなどの日本の美味しいものを出してみたらどうかなと思って、約3年前からそのまま日本のカフェの雰囲気をそのままチップ、アメリカではもうどこに行ってもチップの画面を出る画面をなしで、ノーチップで、どちらかといえばおもてなしは$0でを提供するお店からスタートして、いろいろすごいことを感じました。もちろんアメリカのスタッフだから日本の考え方とか日本のアプローチとの違いがもちろんあるんですが、でもそのレベルのカスタマーサービスを提供できるスタッフ、日本らしく挨拶ちゃんとあって元気でサービスを提供するアメリカ人がいます。食べ物。もうアメリカに本当に大手な日本の輸入者のおかげで日本からほとんどどんなものでも入ってきます。おかげさまでアメリカ人はどちらかといえば昔と違ってこのご飯が美味しいとかっていう人が増えました。ご飯を昔は白ければ白かブラウンどちらかっていう感覚のそんなにはるか昔にまだあったアメリカが今このご飯美味しいです。何米ですかとかって。お茶、静岡から持ってくるお茶が美味しい。この抹茶がもう一番美味しいとかとよく言われます。ほうじ茶、煎茶、玄米茶などなどの今までアメリカであんまり飲まれてない、出してもどうなのかなと思ったものが意外と人気です。もちろん自分のお店なのでその中で気持ちアメリカ風に改造したものも一部がありますが、日本でそのものの美味しいものをそのまま持ってきたんですが、サイズで少し調整した部分があります。おにぎり。うちのおにぎりはテキサスサイズというふうに呼んでますが、大きめの具がいっぱい上から下までは入ってるようなおにぎりを出していけば、テキサスの人たちに日本の美味しいもの、大きいもの、大食いのアメリカ人の口に合うんじゃないかというスタイルでやって、3年ぐらいになりますが、おかげさまでうちのおにぎりが人気です。海苔の美味しさまで、ご飯の美味しさまで、などなどで分かってくれるアメリカ人が多いです。星カフェに来られるお客様が
日本大好きで日本に行ったことある。これから日本に行きます。日本に行きたいですっていう方がものすごく多いです。だからこそ日本からそのもの、その食べ物そのまま持ってきてアメリカナイズせずにそのアメリカ風に変えないでそのまま出してた方が他では食べれない。これが美味しい。日本からそのままのものだっていうのは一つのポイントだと思います。そして約8ヶ月前に9ヶ月ぐらい前に星ランチ焼肉屋をオープンしました。テキサスだからこそバーベキュー屋さん、テキサスバーベキューなどのバーベキュー屋さんがものすごく多い中で、テキサスバーベキュー、ブリスケットなどなどのリップなどのものがもちろんたくさんあるんですが、韓国式のバーベキュー、コリアンバーベキューがものすごく多いし、他のバーベキュー屋さんがいっぱいある中で、日本のバーベキューがあんまりなかったんです。なので、肉大好きなテキサス州では、日本のバーベキュー、焼肉をそのまま出せたらどうかなと思って。テキサス州には和牛ビーフ、和牛がものすごく多いので、近場で和牛が手に入ることが分かった上で、今度一緒に焼きます。グリルで一緒にもう自分たちでお客さんが肉を焼くという文化があんまりないです。どちらかといえばアメリカ人の頭の中で食べに行ったら自分では作るなんては何でしょう。ただ、星ランチに来られたお客さん、その中で自分では焼きたくない、自分では作りたくないって仕事したくないっていうのがあるんだけど、その経験、その体験、家族の時間、デートの時間、二人で一緒に美味しいものを焼いて食べて美味しいなって二人で自分たちの手で家族でみんなで一緒に作ったものを食べて美味しいという日本式のバーベキューのやり方になんか食べ物以上の意味があるんですよね。それが気づきました。この約8ヶ月間。その食べ物がもちろん美味しくなければ誰も来ないかもしれないんだけど、で、うちの肉が座布団も出して、ハラミも出したり、日本の肉、アメリカ生まれの育ちの日本の和牛なんですが、美味しい肉をきれいにお客さんにプレゼンテーションして、味噌汁、ご飯などの日本のいろんな他ではあまり食べれないようなものを出して、グリルを出してこういうふうに焼きます。こういうふうにやります。タレがこういうものです。これは日本のサラダのドレッシングなどを紹介して初めて食べた人が多い中で、みんな最初はちょっと抵抗があっても、なんだこれっていう人でも食べた後は、これは美味しかった。よりも楽しかった。その体験がすごい。一緒に作るというのは、すごく人気のようなんで、意外なことでしたよね。どうなのかなと。そしてそれ以上にも、うちの星ランチというところは、ちょっとした田舎、本当に、ここにはバーベキュー屋さんがある。それと日本式のバーベキュー屋さんがある。ぐらいの、ちょっと田舎のところなんですが、それでも人が来て初めて体験したアメリカ人が日本の焼肉が美味しい、楽しいというコメントはたくさんいただいてます。日本で人気があるから、日本では売れるからってアメリカで必ず行けるというわけではないんですが、日本のシステム、日本のもの、まだアメリカにないもの、アメリカ人は直接日本に行ったことない人たちがアメリカで食べたことないようなものだったらアメリカに持ってきて、日本にしかないようなものだったらアメリカにそれを大きく宣伝した方がいいんじゃないかと思います。もちろんその中で細かいところ、アメリカなんだからシステム的にもいろんな面でもアメリカ風にしなきゃいけない部分はあるんだけど、もっと根本のところは日本そのままでアメリカに持ってくれば、昔は考えられなかったようなものでも今は考えられるようになった時代です。星ランチ、星カフェをやりながら一番気づいたことは、その日本らしい、日本らしさは一つのセールスポイントだと思います。それを捨てて完全にアメリカナイズ、アメリカ人はこうだった、アメリカだからこうしなきゃ、こう変えなきゃという
考え方が正しくないと思います。むしろその日本のらしさ、他では体験できないようなことを、それを楽しんでもらえる形でアメリカのお客さんに伝えることが大切だなと感じます。皆さんはどう思いますか？下のコメント欄の方にコメントをぜひお残しください。スティーブテキシテンのスティーブと言います。アメリカと日本も大好きです。テキサス州におります。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。新商品はいっぱいできました。星カフェの T シャツと星ランチのキャップ、星ランチのシャツもすべてはオリジナルグッズなんで steezpob.com のウェブサイトにあります。日本からいただいたご注文の分にプレゼント商品も入れて、ステッカー商品どれかをまたサインを入れて送りますので、ぜひチェックしてみてください。こういう面白いものもあります。これテキサス州に日本の日の丸。こういう面白いものが steezpob.com にしかないので、ぜひチェックしてみてください。昔、アメリカに出したいな、進出したいなっていうレストランのオーナーが日本人もものすごく多かったと思います。その時からもうやっぱりロサンゼルス、サンフランシスコ、ニューヨークしか見てない方が多かったんですが、ちょっと見方を変えた方がいい部分があるんじゃないかと思います。テキサス州もそうだし、他の州にもチャンスがあるんじゃないかと思います。大都市だから日本人が多いから、日本人をターゲットにしなくても、アメリカ人、日本寄りのアメリカ人が多い。日本好きなアメリカ人が多い。日本食大好きな人が多い。日本のテレビ、日本のアニメ、日本の漫画、日本の映画、音楽などを聴くアメリカ人が多い。それは海岸だけじゃなくて、アメリカ全国に、田舎にも多いので、日本からそのまま持ってきましたっていうことを主張した方がいけるんじゃないのかなと。気持ちアメリカ風に書いても、日本からのものだっていうのは大きく宣伝することによって、よりいいビジネス、よりいいレストランがアメリカでできるんじゃないのかなと思いますので、一緒に頑張りましょうということですよね。私も初レストランのオーナーなんで、初めてのオーナーとして頑張らなきゃいけない部分もあるので、皆さんの応援もこれからもよろしくお願いいたします。ではまた次回まで。Thumbs up.